あなたと距離を取ることを、どうかご容赦ください。いくら洗い清めても、この体に染みついた匂いが取れないのです。このコートは、とある士官との取引によって得たものです。当時、死はもう彼女の間近に迫っていました。表情が次第に緩み、息遣いも弱まっていく中、私は彼女の震える手を握りながら、ただその時を待ちました。彼女がこくりとうなずくと、私は彼女のまぶたを下ろし、その取引を終えたのです。生没年月日の書き方は、これで正しいか見ていただけますか？いえ、ご心配なさらず。亡くなった方はいません。私が自分自身のために用意しているものですよ。いずれ私が命を落としたとき、どなたかがこれを見つけてくだされば、私もきちんとした墓標の下で眠ることができます。名も書かれていないレンガの下よりは、幾分かマシですから。医療部で私と一緒に治療を受けている女の子がとても印象的でした。彼女からは馴染み深い匂いがして、命の灯火は私よりも暗淡としていましたが、それを意に介さない様子で、楽しそうに歌を口ずさんでいたのです。一体何が彼女をあそこまでたくましくしたのでしょうか。彼女がとても羨ましく思います。争いの地からまた次の争いの地へ。ロドスがそうであるように、かつての私もそのようにして過ごしていました。両者の違いといえば、自分が生きるためでしかなかった私に対して、あなたたちは多くの人を生かすためにそうしている、というところです。犠牲となったオペレーターたちの、かつての姿のまま残されている部屋を目の当たりにしました。机には無造作に物が置かれたままで、まるでほんの少し席を外しただけの主を待っているかのようでした。この大船はこうも多くの死を抱えているのに、どうしてあなたたちの航路はまだこんなにも明確なのでしょうか。今日はカンタービレさんに本の文字を教えていただきました。暖かな土がさぎりをもたげ、この絵が光の輪郭を描けば、宇宙が創業にさえずり歌う。どこに行けばそんな風景に出会えるのかと尋ねてみたのですが、カンタービレさんは黙り込んでしまって、もしかしたら、あれは想像の中にしかない光景なのかもしれませんね。戦場を狩り場にするとても醜い宇宙がいます。体は子供ほどの大きさで、耳をつんづく恐ろしい鳴き声を上げながら、群れをなして餌を探しにやってくるのです。幼い頃はいつも勇気を振り絞って、あのくちばしと奪い合い、全身傷だらけになったものですが、大人となった今、もはや対峙する気概はどこにもありません。特に、あの目が恐ろしくて、直視することもできないのです。戦場での暮らしが長くなると、古い記憶はおぼろげになっていくものです。死者の顔は、一人、また一人と霞んでいきますが、それでも、毎日新たな顔と出会うのです。もし戦争が止められたなら、私は全員の顔を覚えていられるでしょう。だからこそ私は、あなたたちの理想と共に歩むのです。人の寝顔は極力目に入れたくありませんが、あなたの落ち着いた鼓動を感じると、心が安らぎます。私は、ただの戦場清掃員に過ぎません。
ルトナだ。ご用があれば、この名でお呼び立てください。こういったやり方を用いれば、死傷者を減らせるのですね。昇進の意味するところは、おおむね理解しています。士官は兵士よりも、丈夫なコートを身にまとい、より多くの高価なものを携えていますから。ドクター、感謝いたします。どうか、ご教示ください。こたびの昇進は、私がこちらに居つくことを許され、あなたたちと歩み続けられる、という意味なのでしょうか。あなたの言いつけを、しかと心に留めておきます。無意味な犠牲は、これ以上増えません。戦火が燃え広がる前に、涙をこぼしてしまわないように、私に行かせてください。私ならできます。着きました。お望み通りに、みんなの命は私が守ります。あなたたちを守る砦となりましょう。私一人で受け止められますから。最後の瞬間まで。このエリアの清掃は不要です。帰りましょう。今夜はきっと、いい夢が見られますよ。争いを止めることは、追悼以上の弔いになる。経験して初めて、この言葉の意味を理解できた気がします。逃げおせた方たちは、今後流れる血を見れば、震え上がるのでしょう。ですので、これは案外悪い結果ではないのかもしれません。必ずみんなを戦場から連れ帰ると約束いたします。いいところですね。清潔で、静かで、まるで、棺の中のようで。私を呼んだのはあなたですか？ここにいましたよ、先ほどからずっと。ええ、申し訳ありません。もう二度と、ベッドの下で寝たりはしません。アークナイツ。どうかご自愛ください。